洗車後もう汚れ落ちませんっていう状態からここまで、要はただ洗車しても落ちない汚れっていうのはありますよといった感じですね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシノピーです。今回はこちらリンレイのウルトラハードクリーナーというものを購入したので使ってみようと思います。でコメントでも使ってみてくださいっていう書き込みが結構多かったです。でどういうものなのかと言いますと、僕が以前使った水垢スポットクリーナー、水垢を落としたりコーティング剤を落としたりするような液剤あるんですよね。それの、ストロングバブルっていうちょっと強力なやつがあるんですよ。これの改良版がウルトラハードクリーナーになります。なので容器も一緒で、今回使っていくのはこれで、どういう特徴があるのかと言いますと、水垢、鱗、ウォータースポット、イオンデポジットまで強力溶解と書いてあります。で僕がちょっと疑問に思うのはウォータースポット、僕の中の見解だとウォータースポットっていうのは、例えば雨水がつきます。でそこに日が当たってレンズ効果で塗装面クリアとかが焼けてちょっとクレーター状になったりする、そういうのをウォータースポットって僕は認識しているんですよ。なんかウォータースポットは汚れじゃない、なんか落とせない、綺麗にするにはポリッシャーとかで磨いて周りの塗装面を削って整えて同じ高さにしてあげて綺麗にしてあげる、それがウォータースポットだと思ってたんですが、どうなんだろうっていうところですね。でイオンデポジットっていうものね、これ結構ねごっちゃになる人多いと思うんですが、イオンデポジットっていうのは、基本的には水道水とかに含まれてるミネラル分がボディに付着してそのまま乾いてミネラル分がボディ面に残っちゃって汚れとしてね固着しちゃうものをイオンデポジットと僕は呼んでおります。なので、ウォータースポットまで強力溶解っていうのはちょっと違うんじゃないのかなっていうのはあるんですが、結局のところ水垢、イオンデポジットとか、鱗、あと水染みとかね、黒ずみとか、そういった水垢系ですね、汚れが落ちるかどうかっていうところを、見ていきたいなと思います。泡タイプのクリーナーで全塗装色対応のノーコンパウンドですと。でこれ自体はアルカリ性で、成分はアミンオキサイド系界面活性剤とキレート剤とアルカリ剤という感じですね。でプロスペックという記載があるんですが、何が変わったか、簡単なところで言うと、水垢スポットクリーナーおよびこの水垢ストロングバブルっていうのは水性塗料には使えないんですよ。けどこっちは水性塗料にも使えると。これ実際にね電話で問い合わせて聞いてみたので間違いないです。水性塗料に使えます。であとは使えるような部分が増えた、成分的には優しくなったけどしっかり汚れを落としますよっていうのがウルトラハードクリーナーだと思います。で使える使えないの部分で言うと、ストロングバブルで使えない部分は特殊ガラス、ミラー、メッキパーツ、ミ塗装樹脂、ゴム、レザーに使えないです。でウルトラハードクリーナーは特殊ガラス、ミラー、メッキ、アルミパーツ、ホロには使えないと。あと再塗装だったり特殊な塗装、輸入車に使用する場合は目立たない部分で試して問題がないことを確認してから使用してくださいというふうに記載されています。成分的には優しくなったけど強力に落としてくれるといった感じだと思います。なので今回は水染みとか黒ずみ、そういうのをちょっと見つけて、実際にどの程度落ちるのかっていうのを見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。そしたら今回はこのティーダをきれいにしていこうと思います。で結構汚れてるんですよ。水染みっていうか黒ずみっていうのかな、そういうのもあったりします。例えばこういったミラーの下、ここに水が溜まって後からタラーって落ちてきた跡っていうんですかね。けどこれは普通のカーシャンプーで洗っただけでも落ちるケースもあります。なので一旦は普通に洗ってみて落ちなかったその黒ずみとかを探して、そこをウルトラハードクリーナーで落としていく、で落ちるのかどうかを見ていくといった感じですね。あとはこういったドアノブのところですね。なんかドアミラーとかドアノブとか何か障害物があるところの下、こういうところにこういう黒ずみみたいのはできやすいと。
あとこういったピラーのとこですね、これもドアバイザーから水滴が垂れて水垢みたいのが付着しているので、ミト掃除紙も使えそうだから、この辺も試してみてどうなのかっていうのも見ていきたいですね。あとこういったところとかね、この辺はねどうなんだろう、カーシャンプーである程度落ちそうな気もするけどって感じですね。車全体的にカーシャンプーで洗えるところはもう全体的にもう洗って、どうしても落ちないっていうところに使わないとね、カーシャンプーで落ちるところもウルトラハードクリーナー使って落ちましたっていうのは僕的には意味ないと思うので、一旦洗って落ちない汚れに試していこうと思います。そしたら洗っていきます。で、今回は高圧洗浄機とか特殊なものはあえて使わずに、普通に洗車をして落ちない汚れをウルトラハードクリーナーで試していくみたいな感じですね。今日はね結構洗車日和です。ちょっと肌寒いぐらい。はい、とりあえず洗い終わりました。で、中とかこういったところも綺麗にしました。で、全体的に洗ってみて思ったのが、やっぱりこう何かがついている部分の下側、やっぱ水が流れるからか黒ずみが結構多かったり、あとは普段掃除しないような場所、この中の部分とかはやっぱりその汚れが固着してなかなか落ちないような状態、水の跡みたいなのも結構ありました。なので分かりやすいところでリンレイのウルトラハードクリーナーを使って落ちるのか落ちないのかっていうのを見ていこうと思います。そしたらまず使い方なんですが、側面に書いてあります。で、まず本製品は非常に強力なので、必ず保護手袋等を着用し目立たない部分で試してから使用してくださいということなので、私は手袋を着用しております。で、丸1、洗車をして水を拭き取ってください。で、丸2、ノズル先端部分を回しでを中央に合わせてください。丸3、ボディ等に直接スプレーし、直ちに乾いたきれいな柔らかい布等で液を拭き取ってください。で、米印で塗装等を傷める恐れがあるので、スプレー後は放置しないでください。すぐに拭き取ってくださいということですね。で、また米印30から30センチに1から2回スプレーが使用量の目安ですと。で、丸4、水洗いまたは水拭きで十分に洗剤成分を除去してください。っていうことは、乾いた布で拭いた後も水洗いまたは水拭きをするということですね。で、丸5、乾いたきれいな柔らかい布等で水分をよく拭き取ってください。また拭き取るということですね。で、丸6、汚れが落としきれない場合は3から5を繰り返してください。で、丸7、使用後は必ずスプレー先端を水でよくすすいでから止めるにして保管してください。で、水ですすがずに保管すると詰まりや液漏れの原因になりますといった感じです。こういった黒ずみ、あと水滴痕などにいいと。で、今からやるのはこういった黒ずみのところですね。ミラーの下とかの。で、注意点は強力っていうところですね。手がね荒れちゃったりすることがあるので、手袋は必ずする。で、強力だから塗装面を傷める可能性があるので、注意してくださいという感じですね。一旦使ってみます。そしたらまず、軽そうなものからちょっとやっていきます。で、これなんですが、肉眼でもね見えづらい汚れなので、カメラでわかるかどうかっていうところですね。で、一応タオルはこの白と黄色2枚用意しました。で、白い方は乾いています。で、黄色い方は濡らして固く絞ってあります。水拭き用ですね。で、この白いやつもうほんと新品なので、汚れどれだけ落ちるのかっていうのも見ていきたいので、このタオルでいきます。ちなみにシュアラスターマイクロファイバークロス、めちゃめちゃ大量にもらったやつですね。そしてまずスプレーの先端が止めるになってるので、でにします。で、直接スプレーして直ちに拭き取る。強力って書いてあるから、僕的には直接スプレーするよりかはクロスにつけたいんですよ。けど一旦直接スプレーしますか。で、30センチ、この辺の範囲で1回か2回スプレーいきます。こうですね。タオルちょっと汚れてるかな。で、水拭きします。はい。綺麗になってますね。
最後乾いたクロスでちょっと拭いていきます。分かんなくなったわ、さっきの線。分かります？このリアハッチのところですね、これ開けるところなんですが、その下やっぱり物があるところの下、ここに水が溜まるんだよね。でそれが垂れてこういう風にシミになるんですよ。でこれも普通に洗車しましたが落ちません。指で軽くこすっても落ちません。でこの真ん中はちょっとね傷じゃないのかな、なんか落ちなさそうな気がするんだけど、見た感じ分かりますよね。真ん中とこの左右、この左右の方が薄い汚れです。これが落ちるのかどうか試してみます。いきますね。あ、マジ強力じゃん。真ん中落ちたな。すごいね。ちょっとここ残ってるけど、ほぼほぼ落ちました。でこの隙間ねなんとかしたいので、ちょっとハケでちょっとこう塗っていこうと思います。ハケにウルトラハードクリーナーをつけて、この辺ね、この辺はちょっと傷っぽい感じだな。この辺は落ちきらなかったね。でも汚れは取れてますけど、完全にではないね。またちょっと違った汚れなのかもしれないけど、ここにあった黒ずみっていうのはほぼなくなりました。いいんじゃないですか。他のとこも行きましょうか。じゃあ続いてこのナンバーの上の部分ですね。この辺ちょっと縦線あるの分かります？ここに使っていきます。こうなるからね、僕はねクロスにつけたいんですよ。はい、もうこれでだいぶ綺麗になりました。ちょっともう一回ぐらいいってきます。綺麗になったね。落ちる落ちる。この2本線、これが落ちるかどうか試していきます。はい、落ちますと。落ちてますね。素晴らしい。一瞬。そしたら反対側ですね。この汚れ、まず濡らしたタオル拭いてみます。落ちないんですよ。ここにウルトラハードクリーナー使っていきます。で水拭きからの空拭きだから黒ずみみたいなのはもう簡単に落とせますね。続いてこういったところをやってみようと思います。そんなねめったに洗わなかったりするとやっぱり汚れがね蓄積するみたいで結構固着してるんですよね。水拭きじゃ落ちない。すごいね。細かいところも落ちるわ。すごい落ちる。細かい部分はやっぱり僕はちょっとクロスにつけてあげて拭いてあげた方がやっぱ飛び散らないっていう安心感ありますね。でこう使ってみた感じ、8割9割は今のところ落ちてますね。落ちないからといって例えばつけ置きとかはしない。落ちなかったら諦めて他のものを使うっていうのが、鉄則ですね。だいぶ綺麗になりました。そしたら続いてボンネットの裏側ですね。この辺とかねめちゃめちゃ汚いなって思ったんですよ、洗ってて。これが落ちないのでここちょっと試してみようと思います。水拭き取れないですね。綺麗になりません。そしたら使っていきます。この辺とりあえずいってみますか。完全にではないけど1回で結構綺麗になりました。ちょっともう1回やります。まだこの辺とか汚いんですがだいぶ綺麗になりました。で使ってる感じちょっと分かりやすいところで試してみよう。まだ綺麗になりきってない場所なんですが、このクロスかなりウルトラハードクリーナーが染み込んでいます。これ拭きます。でこれでも綺麗になることはなるんですよ、ちょっとはね。けど思ってる以上に落ちない、汚れが。なので直接スプレーした方がいいなと僕は使ってて感じました。さっきね細かいところはクロスにつけてっていう話をしたんだけど、それはそれでね落ちないことはないんだけど、時と場合によってって感じ。全てこのクロスにつけてやるのが正解っていうわけではなく、完全に独自のアレンジだったので意外にねやっぱ良くないなと。メーカーはいろいろ試してるんだなって気づきました。だからこう直接スプレーしてあげて、これ放置しても本当に意味ない。もうほんとすぐクロスで拭いてあげる。
これがね一番落ちる。で水拭きする、空拭きする。でまだ汚れてるなそう思ったらスプレーする。でこれでほんと綺麗になる。ちょっと全体的に広げる分にはいいんだけど、このままこう落とそうとするのは意外にね僕は効率的じゃないなと思いました。だったらもうすぐ拭いてまた吹きかけてあげた方が汚れは落ちるなといった感じの印象を強く持ちました。勝手にアレンジしてすいません。すぐねアレンジしちゃうんだよね。けどそっちの方がやりやすいんじゃないかなと思ってやって、結局ダメでしたっていうパターンね。これはよくありますよ。それでもうここはもうピカピカですね。はい、そしたら続いてリアハッチ開けたところ、この裏側っていうんですかね、この辺の汚れを落ちるか試していきます。この辺はねかなり綺麗になりました。ここだけ落ちなかったですね。そしたら続いてミ塗装樹脂いきたいと思います。この部分分かります？これねなかなか落ちないんですよ。これ落とせるのかどうかやってみます。うわ、なんか大丈夫？どこ？あ、ゴムみたいなやつだ。これはなんか劣化してんだ。ゴムは書いてない。ちょっと劣化したゴムを溶解してしまった可能性がある。ちょっと効果は弱まりますがクロスにつけていってます。綺麗になってます。それちょっと反射して見づらいかもしれないんですが、ガラスいきます。右側ねちょっと綺麗なんですが、この点々点ってあるじゃないですか。これが何かイオンデポジットみたいなものだと思うんですよね。これが落ちるかどうか。あ、落ちないな。もう一回いきます。でノエタクロスでちょっと拭く。何か違いがあるか。ガラスにはあまり効果ないような感じです。ちなみに真っ白だったタオルはここまで汚れました。一応洗車後もう汚れ落ちませんっていう状態からここまでって感じですね。全然汚かったっていう話です。要はただ洗車しても落ちない汚れっていうのはありますよといった感じですね。溶剤なのでボディへの影響っていうのももちろん少なからずある。放置しすぎたりね、水を流さなかったりすると影響あるっていうのはもう商品自体にも記載されているので、そこら辺は注意しながら使ってもらいたいなとは思っています。はい、そしたら最後にコーティング剤に影響があるかどうかっていうのを試していこうと思います。ちょっと水かけます。はい、弾いてますね。わかるかな。でマスキングテープかなんかで仕切って、でウルトラハードクリーナーを使って落ちるかどうかっていうのを見ていこうと思います。はい、そしたらマスキングテープを貼りましたので、この一角にウルトラハードクリーナーを使っていこうと思います。ウルトラハードクリーナーをでもう一回やります。一回マスキングテープ剥がすか。これで水をかけます。この辺は弾いてますね。こっち側あれ全然違うわ。とどまって水がゆっくり引いていくような感じ。落ちてんじゃないかな。で前に、中性洗剤だと洗剤の成分が残って落ちたように見えるっていうケースあったので、しっかりめに拭き上げていきます。けど拭いてる感じもここから線が明らかに違うので落ちてる感じがすごいある。っていうことは、コーティング剤を施工してたら影響はありますね。なのでそこら辺もちょっと頭に入れながら使った方がいいのかなといった感じはあります。あともう一つイオンデポジットみたいな水染みですね。こういう点々点ってこういうのが落ちるのかどうかも試してみます。ちょっと水かけます。でちょっと濡れてるやつで拭いてみますね。なさそうだね、さっきみたいな。鱗まではいかないけどちょっとシミみたいなのはなさそうですね。落ちるわ。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらリンレイのウルトラハードクリーナー、こちらを使っ
て汚れ、黒ずみとかそういうのを落としていきました。で、使ってみた感想で言うとめちゃめちゃ強力です。で、特徴は今までの水垢スポットクリーナーとかストロングバブル、あの辺は水性塗料には使えなかったんですが、こちらは、水性塗料にも使えると。今日その代わりね、目立たないところで試した方がいいと思います。で、鱗ウォータースポットイオンデポジットまで強力溶解ということで、ボディのイオンデポジットには効果ある。あと黒ずみとかにも効果ある。ウォータースポットに関して言えば、僕の見解で言うと、ウォータースポットは汚れではないので、そもそも落ちるとかそういう感じではない。で、あとイオンデポジットと鱗って同じようなものなのかなとは思っているので、効果ありますが、ガラス効果なかったですね。特殊ガラスじゃなきゃ使えるという形なんですが、ガラスには意味がないと。あと劣化した塗装やコーティング施工車には使用しないでください。コーティングは落ちました。今回のは簡易コーティングだったんですが落ちてしまいました。ガラス系のもうほんとガッチガチに固まる系はわからない。あと輸入車には使えませんと。で、あと炎天下やボディ等が熱い時には使用しないでくださいって書いてあるんですが、使用したらね、シミとかになっちゃいそうな感じがしますね。今回は比較的うまくいったケース。天気もね、すごい涼しいし、雨がパラつくぐらいの気温で、ちょっと肌寒いぐらいなんですよ。けどそんな時ばかりではないので、例えば炎天下にはつかないでくださいって書いてあるけど、炎天下の中使うとどうなるのかとか、その辺は、どんどん検証していきたいなと思っております。で、結果で言うと汚れはめちゃめちゃ落ちます。だから個人的にはボンネットの裏とかああいったところに結構いいんじゃないのかなと僕は思います。ツイッターでね、アドバイスをいただいて、スプレーをかけてタオルを取って拭く、この間にもうちょっと虹色っぽくなっちゃったっていう人もいたので、やっぱりね、使い方っていうのはちょっと注意が必要なのかなと思ってます。汚れがめちゃめちゃ落ちるイコールっていうところでもあるんだよね。そのシミになりやすかったりボディへの影響っていうのはやっぱり強力であればある分、何かしらの影響も出てくる可能性があるので、そこら辺も頭に入れておいてもらいたいなと思います。で、今回スプレーをして拭いて水拭きしてっていう流れだったんですが、水拭きではなくできればカーシャンプーを使って洗い流すぐらいした方がいいのかなと思いました。最後ね、黒い車やった時に水拭きしたんだけど、ちょっとね虹色っぽくなる部分があったので、まだちょっとこのウルトラハードクリーナーの成分が残ってるのかなっていう感じはありました。しっかり洗い流すっていうのは結構重要だと思います。あとやっぱり水拭きだとどうしてもね、タオルにこの液剤が染み込んでいくので、なかなか綺麗に拭けてない可能性があるので、定期的にね洗ったりしてまた水拭きするなり、理想は洗い流すなのかなといった感じです。この商品自体にも塗装面が劣化してるとダメですよとか、塗装等を傷める恐れがあるので放置しないでくださいとか書いてあるので、だからその放置も気温によっても全然違うと思うんですよね。ボディの温度とかも落ちるんだけどって感じ。強力だからちょっとね難しいなっていう部分もあるんですが、汚れはしっかり落としてくれます。気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。